こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、20世紀最悪の航空ショー事故となったラムシュタイン航空ショー墜落事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。バイクや車もいいけど、戦闘機ってかっこいいわよね。なんで性能を追求してくとかっこよくなるのかしら？すごいダサくなってもいいはずなのにね。やっぱり実物を生で見ると全然違うのよね。富士総合火力演習、今年こそ見に行きたいわ。毎年応募してるのよ。いや今年も無観客の開催だと思うぞ。それにあれは陸上自衛隊のイベントだから航空機はそんな出てこないんじゃないか。多分。今回解説する事故も、多数の観客を動員したイベントの最中に起こった。被害は慣習に及んで多数の被害者を出してしまった。解説頼むわね。ああ。事故が起こったのは1988年8月28日。場所はドイツ南東部にあるアメリカのラムシュタイン空軍基地だ。1989年のベルリンの壁崩壊の直前ね。ってことはドイツっていうか当時は西ドイツってことね。ラムシュタイン空軍基地はヨーロッパ内のアメリカ空軍基地としては最大の規模だ。単に基地の規模が大きいだけではなく、ヨーロッパにおけるアメリカ空軍の総司令部、NATO 軍の航空部隊の総司令部が設置されており、軍事的に非常に重要な基地だ。1万人以上のアメリカ軍人がこの基地に所属し、管轄地域はアジアやアフリカの一部を含む91カ国にも及ぶ。その日はイタリア空軍のフレッチェトリコローリというヨーロッパでは有名な航空ショー専任部隊が基地に招かれ、航空ショーが行われていた。観客は30万人が来場していた。国はドイツで、その中にあるアメリカ空軍基地で、そこに呼ばれたのはイタリア空軍なのね。話についていけるか心配になってきたわ。フレッチェトリコローリとは3色の矢という意味だ。イタリアの国旗で使われている緑、白、赤の煙幕をよく使用していた。演技によっては最大10機が参加し披露された。これは世界でも最多の機体数で、圧倒的な迫力だった。世界最高レベルの技術力を持っていたんだ。使用されていた機体はアエルマッキ社の MB339 だ。演技がしやすいようフレッチェトリコローリへは燃料タンク数を減らした特別機が配備されていた。空軍基地で航空ショーが見れるなんてファンはたまらないわね。ショーは順調に進み、いよいよ最後の演技に入った。演技名はピアスハートだ。ピアスと、ハート？どんな演技なの？説明するぜ。まず観客席方向に向かって重機が飛行してくる。編隊は観客席手前で急上昇。上空で3グループに分かれる。左に5機、中央が1機、右が4機だ。左右に向かったグループは煙幕を出しながら展開する。観客席から見るとハートが形成されているはずだ。そこに残った1機がハートを貫通するかのように観客席方向に走り抜ける。これがピアスハートだ。これが観客の目の前で披露されるのね。ラストにふさわしいアクロバット飛行ね。ああ。だが、この演技が失敗し、大惨事を招いてしまったんだ。実際はこうだ。ハートを形成する2グループは特に問題なかったようだ。だがハートを貫く最後の1機が予定より早く、また、低高度で向かってきた。この1機が左からやってきたグループのうち2機と衝突した。機体はそれぞれ時速約500キロ出ていたという。中央の1機は滑走路に墜落、炎上した。飛行の勢いは衰えずそのまま滑走路を越え観客席を直撃した。次に、左から来た1機は衝突でコントロール不能となり、医療ヘリとして地上の誘導路で待機していたブラックホークに衝突した。フレッチェトリコローリ側のパイロットは衝突直前に緊急脱出できたが、あまりに高度が低かったためパラシュートが開く前に地上に激突し、助からなかった。ヘリのパイロットも、重度の火傷を負い、懸命の治療も虚しく20日後に息を引き取った。残る1機は衝突の時点で空中分解し、機体の残骸が滑走路周辺に飛散した。全体としては観客席に向かった機体の被害が甚大で、パイロット3名、ヘリのパイロット1名を含む70名が帰らぬ人となった。負傷者も346名に上った。犠牲者数は航空ショーとしては世界最悪の数だった。大変な事故になってしまったのね。ああ。予定コースを外れてしまったパイロットは当時38歳、フレッチェトリコローリ在籍7年目のベテランパイロットだったが、なお事故が起こったのは15時44分のことだ。事故後、数分でアメリカの救急車、医療ヘリが到着し治療、搬送が開始された。近隣からもドイツの救急車、医療ヘリが急行した。ここで、後に大きな批判を浴びることになる1点目のミスが生まれた。アメリカの空軍基地は当初、ドイツの支援を認めなかったんだ。基地に入りドイツ救急車両の活動が開始されたのは事故から26分後のことだった。
緊急事態なのに、そのせいで亡くなった人もいたんじゃないの。いたかもしれない。34人は手の施しようがなかったが、残りの36人は数日から数週間の間に亡くなった。初期治療が生死を分けただろう。続いて2点目のミスだ。アメリカはとにかく負傷者を基地から近隣の病院へ搬出しようとした。事故から50分後にはほとんどの負傷者が搬出された。ただし搬出が最優先され、多くの負傷者が、必要な初期治療を受けないままの状態だった。また搬出には一部、ピックアップトラックが使用されるなど衛生的とは言えなかった。また運転手がドイツ語を読めず、街の中をさまよい、病院の到着に2時間を要したバスもあった。救命士は同乗していなかった。一刻を争う状況なのに、治療されないまま2時間って、考えただけで恐ろしいわ。基地へは近隣から医師団が次々と到着したが、負傷者は搬出済みで治療できなかった。搬出先や負傷者数を聞いて回ったが、現場の誰も把握していなかったという。医師たちは自己判断で近隣の病院に向かい、搬入された負傷者が見つかれば治療を手伝うような状況だった。点でバラバラに動いていたのね。むやみに搬出せずに初期治療に専念した方が良かったんじゃないの？結果的にはな。ラムシュタイン空軍基地はヨーロッパ最大といっても数百人の負傷者を同時に治療できる設備はない。だからアメリカは近隣の病院への搬出を急いだんだろう。だが実際にはドイツの医師団が急行していた。明らかにアメリカとドイツの連携は悪かった。治療器具一つとってもそうだ。カテーテルの用法がアメリカとドイツで異なっていたため治療の現場は混乱した。ここからは後日談だ。事故で滑走路が使用不能となったため、フレッチェトリコローリの残った機体は全爆破空軍基地に緊急着陸した。次に彼らが演技を行ったのは2ヶ月後。10月に行われたパトルイユ・ド・フランス、創設記念エアショーだ。ただしアクロバティックな演技はなく、6機によるフライバイという低空密集での直進飛行のみだった。以降、フレッチェトリコローリは今も活動を継続している。2003年にはフェラーリと戦闘機の加速対決に呼ばれた。600メートル走はフェラーリの勝ち。900メートル、1200メートルは戦闘機が勝ったようだ。何その異種格闘技戦、すごい見たいんですけど。また、カテーテルについては1995年に使用方法が見直され、国際的に統一されることになった。ていうかそれまではバラバラだったのね。統一されてよかったわ。なお空中衝突について、旅客機同士の空中衝突だとミスに対する有効策が何かしらあって、規定化されたりするんだが、今回は特に打つ手がなかった。アクロバット飛行中の、あっという間の事故ですもんね。やらない、以外の対策ってなさそうよね。でもやらないってことは自分たちの部隊の存在意義に関わることだから、そんな話にならないよう、事故は絶対気をつけてたはずよね。ああ、どうしてこうなったのか。フレッチェトリコローリの隊員たちにとっても、まさか、なぜ、という思いだろうな。以上、今回はラムシュタイン航空ショー墜落事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。